メポの部屋見たら誰もいなかったからすごく怖かった。なんか心もブブン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 、やばい、もう食べちゃったかな。皆さんこんにちは、僕はオズです。今日は僕の日本語でエピソード4かな。今日の話は猫の話です。前の動画は犬の話だった。まだ見てない、ぜひ見てください。今日は僕の猫カイデちゃんの話です。前の動画にも言ってたけど、犬は日本じゃなくてカナダから戻ったじゃない、持ってきて、でもカイデちゃんは日本で生まれて日本で飼ってた。実は僕は猫あまり好きじゃない。昔から子供頃から犬欲しかってた。いつか猫も飼おう思わなかった。そして僕の犬は優しい犬ですけど、猫を見たらちょっと興奮すぎで増える。5年前ぐらい僕は仕事行く途中で雨降ってた。僕は傘持って歩いてちっちゃいの丸いもの道で見て、死んだネズミやハムスターと思ってちょっと近く来たら動いた moved 動けた。近く来たら急に猫の頭出てきて、ちょっとミャオみたいな声で、お、びっくりした、すごい猫だと触ってみて、全然逃げなくて、なんか病気っぽいだった。かわいそうと思って、雨も降ってる、寒いから、もしそのまま行ったら死んじゃうかな思って、僕の荷物バックパックの中、子供のミッキーマウスの授業中使うもののちっちゃいカバンあった。その中、僕のフディ脱いで入れて、猫入れて、僕のバックパックの中入れて学校行った。もうすぐ授業始まるから他の場所行くの時間なくて、授業教えてる時猫はずっとバッグの中寝てた。授業終わったら早く学校出て交番まで行った。交番ですいません、猫を見つけた。今猫帰れ、自分の話してる、分かってる。警察に教えて、猫すいませんお願いしますでも交番の人はここはもらうできない、ごめんなさい、ちょっと困った。その後駅の近く、なんでわからない病院ある。病院ホスピタルの病院じゃなくてヘアサロンの病院。あそこで女の子行って、優しそうの女の子を見て、すいません、この猫は野良猫です。道で見つけてどうすればいい？その女の子はじゃあ病気そうだから動物病院行った方がいい。でも僕は全然場所知らなくて、この女の子は優しくて、スマートフォンで Google マップスで動物病院、一番近いの動物病院調べて教えてた。その時僕は時間がない、もうすぐ閉めちゃう。だからタクシーでこの動物病院まで行った。先生に教えたら、先生もごめんなさい、もらうできない、ただでもらうできない。それは僕はもし買わなかったらどうする、この猫。先生は多分外で出す必要。でもそれだったら多分今日死んじゃう。他の方法なくて、
じゃあしょうがない、犬も飼ってるけど、じゃあ野良猫も飼おうかなそれ決めて、先生その理由でじゃあ検査して、ちょっと薬あげて、いろいろご飯もあげて、その後1週間は病院でそのままあそこで置いて、あそこの多分チェック、いろいろチェックするの必要だった。でも先生はすごく優しくて、僕は飼いたくない分かってたから、じゃあ1週間はお金は払わなくても1週間あって戻ってピックアップしたら大丈夫です。名前はどうする？どんな名前がいいかな？それ考えて、僕の犬の名前はメープルだから、それで日本語で訳したらカエデ出てきた。カエデも可愛い名前と思って、猫はカエデちゃんに決めた。最初の2日ぐらい3日ぐらいメープルとカエデは別々部屋に入れた。メープルは最初にカエデボックスの中持って、メープル見てすごく怒って、なんかグルーグルーグルーみたいなジャンプして、なんか食べたいみたいな感じで、カエデも怖くってちょっとして2人は絶対喧嘩すると思って別々の部屋に入れた。それでちょっとネットで調べていろいろ読んで、実はペットの店行って、ペットショップでマズルというもの、多分日本語で同じ顔の周り入れて、それ入れるとカムできない。そのものを買ってメープルに入れて、その後カエデのボックスの中だけ、ボックスはメープルの前置いて、メープルもすごく怒って、なんかボックスにバンバンバンして、でもカムできない。口を閉めてるから。その後2日ずっと僕は寝てる時やあまり家いない時、メープルはボックスの中入れて、カエデもボックスの中入れて、その2つボックスは前置いてずっと1日見てる。カエデもメープルのこと見てる、メープルもカエデのこと見てる。最初は2人ちょっと怒って吠えてとミャーしてニャーして、2人は困ってたすごく喧嘩っぽいだった。でもどんどんゆっくり静かになって、2人は座ってや寝て、起きて時もちょっと見て、ちょっと大丈夫だった。だからじゃあ一回2人は出してみる。同じ部屋でメープルマズルそのままで、カエデ普通で、ドア開けて2人は出て、メープルすごく速く走って鼻でカエデのことをバーンどうやって言う、バンして、猫はミャーブン逃げて、その時やばい、まだ大丈夫じゃない、よかった、これマズル持ってた、それなかったら多分メープル食べちゃうかな。だからその時もまだレディーじゃない、まだ大丈夫じゃない。だからメープルまたドア閉めて1部屋入れて、カエデは別の部屋入れて、そのまま1日待ってた。次の日同じ感じで2人は別々部屋入れて、僕はトイレ行った。トイレ行った時、メープルどうやってわかんないけど、鼻でちょっとドアは開けて、この部屋から逃げて別の部屋入っちゃった。僕は全然わからなくて、でもトイレ終わったら出たら、メープルの部屋見たら誰もいなかったから、すごく怖かった。なんか心もブブン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 、やばい、もう食べちゃったかな、やばい、怖い。だからどうしよう、いっぱい血見れるかなと思って、
2つの部屋見たらソファーで、カイデは床じゃない、ソファーの中レイダウンしてた。メイポはその上、カイデの上だったから、食べてると思って、でももっと近く来たらずっと舐めてた。顔も耳もずっと舐めて、カイデもプル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 みたいな声で、2人はすごく仲良くになった。その後、今カイデは5歳です。5年ずっとメイポもカイデも2人で家で僕も言えない時ずっと一緒にいる。寒い時一緒に同じブランケットや同じベッドで寝てる。昼も夜も遊んでる。時々ちっちゃい喧嘩してる。走って遊んで食べて、2人はいい友達になった。カイデはちょっと変な猫、すごくかわいいミッケ猫、種類は。そして尻尾がない、こんな形の尻尾です。それは赤ちゃん時からなんか野良猫だから外でなんか問題あった、それとも生まれたからそんな感じ、それわからない。でも猫よりもっと犬っぽいです。例えば犬はもし誰かピンポンしたらやドアはノックノックしたら走って吠えてくる、ね、ドア開けたら来た人に匂いして、そして嬉しいだったらすごく舐めるですね。猫はそんなことしない。もしピンポンしたらや誰か来たら実は怖いから近く来ない。でもカイデもメイポ見て、多分メイポのこと見て、誰も来るときすごく早く走ってドアの前待ってて、ドア開けたら誰か入ったら匂いして、その後手足や顔を舐める。それはカイデの話です。他のなんか知りたいや質問あったらぜひコメント来てください。今まで見ている人ありがとうございます。見てくれてありがとう。また来週作るつもりからぜひ時間あったら見てください。そして僕のチャンネル好きだったら、この動画好きだったらぜひthumbs up とシェアして、そして登録してください。じゃあまた来週ね。Peace。